おはようございます。たかしです。本日は10月3日木曜日、ただいま9時58分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたいもしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日はかなり強く上昇してきております。この金曜日ですね、自民党の総裁選があった時、その下落を包むサイズぐらいの大きな陽線になってきております。もう直近の高値まで上昇してきましたね。ですので、本日も上昇から始まっている昨日のこの強い上昇の継続が本日も起こるだろうという、そういうところです。現在、冷やしでは高値更新をしてきておりました。ここ見ていただければわかるんですが、この高値を先日更新してきていたんですね。ただこういう上昇トレンドには入ってきているんですが、そこから押しを作ってそこからの上昇みたいなこういうイメージをしていたんですけれども、結構押し浅く上昇してきたのが現在ですね。ですので今ここからこの直近の高値、ここですね、196円付近を明確に上抜けてこられるかどうかに注目です。そこを超えてくるとこの赤いラインがあるんですが、これ結構意識されている、こうやって意識されているラインですので、そこがだいたい198円付近ですので、196円を超えてくると198円ぐらいまで上昇するのかなという、そんなイメージが持てます。ストキャスティクスはゴールデンクロスしてきてますね。MACD も強い状態ですので、やはり基本的にはまた上昇していくだろうと考えておきたいです。では4時間足です。4時間足は今上昇はしているんですが、とは言ってもちょうどその、もう少し上にはここ意識されるこのオレンジのラインがあるんですね。ですのでこのあたりちょうど直近の高値196円手前ぐらいっていうところは意識されると思いますので、現在が195円付近ですので、あと1円ぐらい上昇する余地はあるんですが、その辺付近は意識されてくる。つまりこういうダブルトップですね。そういうのが意識されるポイントが近づいているっていうのもわかります。それからちょうど現在地、この過去の高値、ここのローソク足の実体部分っていうのも近づいておりますので、そうするともう現在地付近から近いですよね。やはり一度ダブルトップが意識されそうな、そういうポイントには来ておりますので、そこはご注意ください。ストキャスティクスも高値圏ですね。過去のこの動きを見てもわかるように、ストキャスティクス高値圏に来ると一度下落していくんですね。で、今回も高値圏に来ておりますので、そう考えるとここからの下落が考えられます。ストキャスティクスが下がっていくっていうことは、チャートも基本的に下げます。ここからの下落、この下落ですね。この下落っていうのはここの下落ですよね。それからここの下落っていうのはここの下落。なので結構な値幅下げるんですよ。そう考えると現在地付近っていうのはそろそろ天井を疑っておいた方が良い。そんな水準に来ておりますので、基本的には強く上昇しているので押し目買いで考えていくんですが、そろそろ天井も意識しておいた方がいいと思います。では1時間足です。昨日のこの上昇かなり強かったですよね。ここの上昇。ほぼほぼ陰線を作らずに上昇してきた。そして今朝も朝から強めの陽線が出てきておりますので、ここへの逆張りっていうのは危険です。基本的には押し目買いなんですが、昨日の上昇を見ていても全然押し目を作っていないんですね。これ買い足でもほとんど押し目を作らずにじりじりと上昇している、すごくわかりにくい押し目買いに押し目なしという、そんな感じの動き方をしておりますので、一度しっかり押しを作るまでは一旦トレードは様子見する方が安全ですね。ですので GMMA の青帯がじりじりと上昇してきて、そこにこう押しを作るようなこういう動きですよね。そういう動きをすると GMMA の青帯と接触する付近、このまま青帯がこういう風に上昇してきますので、こういう接触して反発する付近を狙っていくっていう、そういう考え方になってきます。逆にこの動きをしないのであれば、今の上昇はちょっとついていきにくいなと思いますので、それなら先ほど言ったこの高値ですね、196円手前ぐらいまで上昇してきたところからの下落というこういう動きをイメージしておくと、もしかすると大きな下落が期待できるかもしれません。ただし基本的には下がったところから買っていく押し目買いをする方がいいと思いますので、まずは下げてくるのを待つですね。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は GMMA の青帯が下向きなので、基本的に下落トレンドが継続している状態なんですね。以前から言ってますように、こういう下落トレンドを作っておりますので、ここからの下落になるのかどうかというところです。ここ直近の戻り高値が
がこの辺ですよね。今そこを超えようとしてますので、そうするとこの下落トレンドを崩してくるので、次は GMMA の青帯に接触して、今ここを上抜けようとしているので、抜けてから GMMA の青帯に押しをつけて再上昇という、こういう動きをイメージしておくといいと思います。では4時間足です。4時間足、こちらも強く上昇してきてますね。直近の高値も超えてきておりますが、この高値ですね。今はここが意識されてくると思いますので、ここを抜けられるかどうか、147.2 付近、ここを抜けてくると次の高値、このあたりを目指して上昇する可能性が高くなります。そうすると 149.5 付近になるんですが、そのあたりまでの上昇が考えられますが、ここで下落するということも考えられますので、まずは一旦直近の高値、147.2 付近は意識しておいてもいいと思います。こちらもストキャスティクスは高値圏ですよね。ですので、ストキャスティクスが高値圏にある時のロングエントリーは優位性がありませんので、そういうところでエントリーするのは注意が必要です。では1時間足です。1時間足はこの直近の上昇にフィボナッチリトレースメントを引いてまして、その 23.6% 付近、こういうところですね。こういうところに下げてからの押し目買いをしていきましょうという話をするつもりだったんですが、今これ高値更新しているんです。なので、フィボナッチリトレースメントも引き直さないといけないんですが、今は高値更新をしている最中ですので、ちょっと難しいんですが、例えばこんな感じで引き直しておきます。そうすると 23.6% このあたりですね。146.2 付近、そこに押しをつけてからの押し目買いという考え方をしておくと安全です。本日も朝から結構強く上昇してきてますので、この上昇、昨日のこの上昇かなり値幅ありますよね。昨日だけで3円上げてますし、今日も朝からかなり上昇してますので、ここに乗れていない方っていうのは機会損失だと思うと思うんですが、その考え方はしない方がいいです。もちろんこのまま上昇していって147円今超えてきてますが、148円、149円と上昇するかもしれませんが、基本的にはしっかり押しを待つという、そういうトレードの仕方をしないと、今ですと例えばここでロングエントリーをした場合、ここからズドンと大きく下落していくということも考えられます。先ほどの高値のこのオレンジの水平線付近ですよね。なのでここから大きくこういう風な下落が考えられますので、そうすると現在147円から145円ぐらいまで下落する可能性があるので、こういうところでのトレードは注意が必要です。なので先ほど言ったように、一旦の下落を待ってから次の押し目を待つ。こういうところですよね。次の下げ止まりからの再上昇の流れに乗っていくっていう考え方をしておくと安全なトレードができます。で、逆に今はここ売りポイントですよね。こういうところからの反発の下落が狙えると思います。もちろんここ上抜けたらダメですけれども、こういうところは先ほど4時間足でも見てたように直近の高値でしたよね。なのでこういうところは意識されるので、一旦の下落を狙うっていうのもありだと思います。ですのでそういう時はアラートを仕掛けておくですね。今はもうここ到達しているので、現在地からの下落を一旦イメージすることは可能ですけれども、この押し目買いポイントを探す時っていうのはアラートを仕掛けておくといいと思いますので、チャートに貼り付かなくていいようにアラートはぜひ活用してみてください。また使いやすいチャートツールをお探しの方、現在これトレーディングビューを使っているんですが、かなり使いやすいですので、もしよければ概要欄に URL を貼っておきますし、無料登録でできますので、よければ一度お試しください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。